今回の動画は耳の付け方についてね、解説していきます。なぜかっていうと、フレーム作品って耳の付ける位置が確保できないのね。お疲れ様です。羊毛フェルトうちの子オーダー専門店虹玉屋の北川です。このチャンネルはリアルな作品の作り方とかね、作家として食べていきたい人のためにヒントになるような情報をお届けしているチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様です。今回の動画は耳の付け方についてね、解説していきます。多くの人が耳つけるの難しいっていうのでね、ちょっとね、いろいろね、起きてる失敗事例とその原因、そして解決策をね、話をしていきます。まずね、よくある耳の付け方の失敗っていうかな、相談を受けることが、こうやって耳をつけたんだけど、ペラペラして耳がピシッとね、立たない。ふにゃふにゃです。どうしたらいいですかっていうのが一つ。で、もう一つは、耳の角度、こういう風に立てたいんだけど、どうしてもちょっとね、こうやって横向きに倒れてしまう。っていうのが二つ目。で、一番多いのが、耳こうやってつけるときに、つけにくいですっていうかね、難しいですっていう話ね。この三つをね、ちょっと話をしていきます。まずね、一つ目の話からしていくと、耳をね、つけてふにゃふにゃなんですっていう人はね、何が起きてるかっていうと、上からチェックしてみて。こういう風に耳をつけたときに、奥行きがないの。耳の奥行きが。ほぼまっすぐついてるような状態。こういう状態で。だから、ふにゃふにゃになる。だってさ、ペラッと一枚もんで、こうやってやったらふにゃふにゃだよね。だからふにゃふにゃなの。でも、正しくは、こういう風に三角になるように、立体的につけてあげると、これだけで張りが出るから、ピシッとするわけね。なので、耳をつけてふにゃふにゃだっていう人は、この奥行きが足りない。立体的になってないってこと。こういう状態ね。ここにしっかりとこの奥行きがある状態。横から見てもこの幅がしっかりある状態。これができてないから、ふにゃふにゃ。これをしっかりやったらピシッとなります。こうやってね。指で何ぼこうやったって崩れないから。で、じゃあそもそもそれはなぜ起きてしまっているのか。ここすごく大事で、これが起きている場合の全ての原因は、耳作った時のこの三角形のこの幅が狭いから。だから、こういう風に折り込んで立体的にできない。立体的にしちゃうと耳すごい細くなっちゃうから。だから、耳のこの横幅ね、見た目気にしてやったら、幅広になって、で、奥行きのない状態ができてしまう。なので、耳を作るときに、しっかりと横幅があるように作ってあげるね。こんなに違うのね。で、一つの目安として、数値で表した方がみんな分かりやすいと思うから、一応数値で表すけど、これは勘違いしてほしくないのは、こうじゃなきゃいけないよっていうことじゃなくて、毎回ね、作るモデルの子によったりしてさ、変わってくるから、あまり僕はその数値で表すのは好きじゃないんだけど、でも、やっぱり最初難しいと思うから、あくまでも一つの目安として考えてほしいんだけど、耳の先端、三角形作った時ね、こっから4センチぐらい。で、その4センチの位置で横幅が測った時に、だいたい6センチから 6.5 センチとか、それぐらいあったら、これぐらいの幅になるから、そしたらね、こうやって折り込んでさ、12ミリのね、目玉の作品でも、こういう風にしっかりと奥行きを出してあげることができるから、それは一つの目安にするといいよ。でね、これ、みんながね、細く作ってしまう原因っていうのがちょっと僕にあって、多分この頃のレッスン動画の中で耳の作り方とかね、個別に出してたりもするんだけど、その中でね、多分ね、こういう幅の耳を作りなさいってきっと言ってんの、僕は。なぜかっていうと、フレーム作品って後頭部ないから薄っぺらく作ってるから、耳のつける位置が確保できないのね、後ろに。だから、あえてこれね、幅狭く作ってるの。で、全身作るときは、こういう風に作ってるの。だから全身用とフレーム用と当時分けてたんだけど、YouTube の方ではこの作り方しか教えてなかったから、そういう風に教えてるね。だから多分それが頭に残ってる人が、こういう風に薄く作ってしまってるんじゃないかなっていうのはあります。ごめんなさい。僕のせい。というわけで、ちょっと幅広に作ってみましょう。OK。それで、この耳ペラペラ問題は解決します。で、次。耳がこうやって横に角度が倒れてしまう人。これはね、まずなぜそれが起きるのかっていうことは、
このベースを見比べて。わかる違い。頭の形。側頭部があるか側頭部がないかの違い。これによって耳の角度変わります。というのは、この側頭部がないと、結構こういう人が多いのね。ベースの形、頭の形が。こう、とんがり頭になってるっていうかさ、ここがない。で、この状態で耳をつけようとすると、耳をつけるスペースっていうかな、この角度につけなきゃいけないからさ、単純にこうやって三角形にしてポンってつけたら、横に寝るに決まってるんだよね。で、これを立てることもできるんだけど、すごくちょっと複雑なことになって、これを立てるためには、内側を、この距離を短くして、外側を長くしてあげる。で、なおかつ、耳がね、少し外側を向いてるような感じにする。多分慣れてないとかなり難しいと思う。で、起きるのが、そうやると、耳がね、こうやって内側に向いちゃう。耳の穴が。すると、正面から見たときに見た目おかしくなるから、だから、こういうふうに軽く外側を向くようにして、耳の内側短くして、外側長くしてって、やるためにも、ここにさ、土台っていうかさ、つける場所があったらさ、結構楽だと思わない？これがないから苦労するの。で、この側頭部をちゃんと作っているとどうなるかっていうと、今言ったように、ただ普通に、例えばだよ、三角形で、その内側と外側の長さあまり気にしないでポンとつけても、そんなに寝ないのね、横に。この角度に対して耳をつけるのか、この角度に対して耳をつけるのかじゃ全然違うからね、ここがここじゃ。だから、この側頭部っていうのは、あくまでも耳の土台になる部分なんだよね。だからしっかり作ってあげなきゃいけない。で、3つ目の話も同じなんだよね、結局。この側頭部があるから、つけやすい、つけにくいがあるのね。みんな耳つけるの難しいですって言ってるのは今解説したように、この角度が寝てしまうのと同じ原理で、ここがないから、だからつけにくい。ここを作ってあげるとつけやすいよっていう話。あとね、耳の形。こういうのが多いんで、こういう形。こういう形わかる？ちょっと不自然でしょ？なんかさ、耳っていうよりなんか角みたいに見えるじゃない。これが逆だったらいいんだけどね。こういう感じだったらまだいいんだけど、それがみんなうまくできない。で、これわかる？実はちゃんとした三角形じゃないよね。はい、続きはですね、メンバーシップ北川さんの羊毛フェルト教室の方で見ることができます。メンバーになってもらうと、今見たようなメンバー限定のレッスン動画を見られるだけでなくですね、なんとメンバーは毎月1回僕から作品の無料添削を受けることができます。その他にもメンバー限定の特典として虹玉屋のアイシートが特別価格で買うことができます。また限定ライブを行ったり、メンバーのみんなの要望を聞いて、それをね、動画にしたりね、いろいろなことをやっていきます。近くに羊毛フェルト教室がないとか、リアルな作品が作れるようになりたいとかね、思ってる人は、普通の教室や講座と違って、一度やめてもね、またいつでもね、気軽に入ることができるので、ぜひね、スキルアップのために活用してください。メンバーになるには、チャンネルのメンバーになるボタンを押してもらえると登録できます。また、表示されていない人については、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そこから加入してください。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。